ギャルにしようかな。ちょっと異色な感じで。異色な感じ。だって今日は気分でどれかにしなさいみたいな。ギャルはなかったそこに。なかったですギャルはね。なかったから。どうなんだろう、私あんま流行りわかんないんですよ、原宿にいるくせに。ちょっと日本人ギャルというよりは海外の誰呼びました。出てますね。出てますね。今日は手強いお客様です。眉毛がない。眉毛がない。でも昔のね、本当にもう何年前だろう、20年ぐらい前あ、そんなに前とかの眉って本当このぐらいの何世代だろう。生まれてないぐらいなのかな。確かにそのギャル全盛期、ガングロとかのもっと前、黒ギャルとかが出てくる前の、もういわゆる安室ちゃん世代の、あいわゆるお母さん世代。細くてつってそうてそうそうそう、って感じです。ルーズソックス履いてみたいな。あで洋服はアルバローザみたいな、知らないでしょ。あ、わかんない。でもロングブーツでそう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 。親戚に油があいた。いる。でもその人とかも年齢的には結構上の年齢。母親のいとこって感じ。若い世代ではね、もうアムラースで分かんない確かにもう世代だよね。今そういう風なのってもういないよね。いるのかな。誰かこの人のファッションを真似したいみたいな、いる芸能人のこの人のファッションをみたいな。どうなんだろう、私あんま流行りわかんないんですよ、原宿にいるくせに。なんかもうインスタグラマーとかもみんなショップ店員さんとかそういうところにおお。なんか行ってる気がする。もう芸能人とかじゃなくて、ああ、もう一般の人たちに有名な、そうそうそう、ショップ店員ショップ店員さんとかそういうところがもうみんなおしゃれだから、芸能人のファッションを真似しようなんて思わない。なんか例えば、ね、雑誌のモデルさんとかってまた別だけど、歌手とか、歌手って言ってもまあ原宿とかだったらキャリーちゃんとかさ、でも真似しようとはではないもんね。難しいですよね。なんかもうお人形さんみたいだね。ギャルっていうよりは髪型がね。立っちゃいますね。ギャルかな、ギャルかな、ギャルになってんのかな。でもこのパープルがでもすごい可愛い前髪の、あ、前髪ですか。グラデーションになってるところが。前髪インナーだけ紫にしてたんですけど、だんだん伸びてきちゃって。ちょっと今日ね、アイシャドウにあえてアイグロスってわかる？グロス。グロスっぽくちょっとみずみずしさをつけた感じにしていて、なんかやっぱり昔はギャルってもう目の周り真っ黒に囲んでみたいなのもあるんだけど、ではなくちょっとやっぱ色を綺麗に使って今時令和風あ、令和ギャル。服装変えちゃえばコスプレイヤーさんああ、そのレベルですか今。全然想像がついてないからあれなんですけど。新世代ギャルって感じだよね。新世代ギャル。いや、それにしても髪多いよね。いや、なんかずっと多いね重たくて上か下か向いちゃうんですよね。頭に振り回されてる。いいんじゃないかな。どうでしょうかね。こんな今日はちょっとこんな感じの、ちょっと日本人ギャルというよりは海外のお人形みたいな感じの、例えばフランスとかに行ったらこんなギャルがいるんじゃないかなみたいな感じで作ってみました。今日のポイントとしてはつけまつげ上下につけてるんですけども、もうアイライナーをなんかギャルイコール黒のアイライナーっていうのももう大事なんですけども、あえてアイライナーレスな感じで作ってみた感じがこんな感じかなと思います。それでは完成しました。鏡を見ていただきたいと思うんですが、ここになんとまた誰か横にいる。誰呼びました。誰呼びました。じゃじゃん、ミヤビリーがネオギャルのミヤビリーが。お疲れ様です。見てたの？見てたから緊張してた。もう逆にすげえ緊張して何も喋ってないの分かりました。その原因この子熱の圧が圧がちょっとギャルにしたんだけど、どう？私めっちゃ好き。可愛いよね。本当になんかもう本当にドールって感じ。ドールギャルだよね。ちょっと今までの黒ギャルとかもう渋谷系ギャルとちょっと違った新しい。これまた似合う人分かれそうだけど。そうだね。この子似合うからめっちゃいいと思う。いいよね。原宿でもこういうのができるかもよ。いいじゃん。じゃあちょっと見せてあげて。いいじゃん。鏡消化。
待って本当に想像してたのと違ってびっくりしちゃった。漏れてね。すごい髪の毛カニみたい。カニかわいい。これ可愛いめっちゃ。そうグラデーションになってるし、前髪がねあえてちょっとストレートに全部してるんじゃなくて本内側のその紫が。紫の部分が見えるようにこちょっとねれめっちゃ可愛いじってるんですよ。すご少しいだけ髪の毛を浮かしてこの部分がうっすらと見えるようにしてアイシャドウもピンクとパープルだけなんですけど、めっちゃ可愛いよねマジで。大丈夫？全然想像してたのと違ったけど。すごい可愛くないですか？強そう。なんか海外の女の子が原宿来る。あ、そうでして原宿来る海外の子たちってこういう感じだよね。ね。確かにがっつりガツガツ。そう、目元もすごいねアイライン引いてるわけじゃないけどつけまつげだけでこれだけ目パッチリしてっていうのとコンタクトが黄色だったので黄色ですそれをねちょっと活かすようにあえて反対のピンクとかパープルで逆に下にポイントがちょっと濃く目尻側に濃い少しパープルをちょっと入れてるんですよ。わかる？この辺そうその辺に入れてるのとほんのりキラキラのピッタラメっていうのこっちだけ。そうそっちだけにちょっとポイントに置いてみました。ちょっと可愛いかなっていう。これだったらね逆に普段メイクでもできるし、服装変われば全然原宿に行ってもおかしくないような、ちょっと派手めな女の子って感じのだし、逆に渋谷歩いてれば渋谷でいい意味でなんかおしゃれな子がいるどこでも通じるね。東京だったらどこでも通じる。そうね。であとはリップの色ちょっと今日はあえて色味つけてみたけど色味変えちゃってもいいのかなっていうところと、めっちゃ可愛い。ちょっとあとはその目のところにリップグロスの赤をピンク赤これをちょっと足してるんですよ。すごいツヤツそうヤですね。することによってそのグロスのツヤ感わかる？グロッシーなアイシャドウあ、わかる。ちょっとみずみずしいツヤがある。感じにしても可愛いかな。そうすることによってアイシャドウのピンクってすごいより映えて見えるのでギラギラっていうよりもみずみずしい新しい感じのイメージになったかなと思いますでもここにチーク入れたの初めてかもしれないまず。あんま入れないもっと上のこの辺に入れちゃうから。あ、わかる。あ、なるほどね。もう大人チークみたいなのも真ん中だよね。そうだよね。それはそれで多分新しくなると思うけど、ちょっと今日は少しでさっきまであんなにつり目だったのに垂れ目になっててびっくりしてる。そうなの、髪の毛結んではいるんでどうしてもねつり目にはなるんだけどそれをあえてつけまつげの角度でうまくやってみました。ちょっとねこのギャルシリーズの中でもちょっと新しい感じの令和系ギャル。すごい令和いけてますね。いけてますね。めっちゃいけてますね。本当ですか？さあこれでミヤビリと並べる。並んで写真撮れる。イエ。はい、こんな感じのあげあげー。すごいありがとうございます。ね、可愛くないですか？髪もやっぱストレートの感じの前髪パツンでもね、それはそれで可愛かったりかっこよかったりするけど巻いてこうやってカラーをうまくグラデーション見せてあげると髪めっちゃ可愛いんだけど。可愛いですよね。髪ほんとポニーテール作って結んでるできるだけちょっと細めのコテとかでもいいしほんとカールを作ってもう適当にやったらもうブサ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 ランダピンク止めてムランダム止めて毛先ピヨッあげればでバランス見てあげれば気持ちアシンメトリーになってるのでこっちがそうですね。気持ち重めになっていてなぜならこっちのラメもあるっていうメビーさんどうですか？素敵です。すごいちょっとドキドキしながらちょっなんか私もなんか気に入った色をずっと使う癖があるんで、なんかこういう色の使い方なんて勉強になりました。と本当ですか？やっぱ色の使い方がそうです。さすがですよ。本当ですか？ありがとうございますありがとうございます。どんどん同じギャルでもちょっと令和になった新しいギャルの見せ方っていうのもあると思うんでナチュラルメイクが流行ってる今だからこそちょっとナチュラルなメイクの色とか使ってこういう可愛い感じの新ギャルもどんどん登場させていきたいと思います。そのためにはスキルを磨きますこのコーナーねどんどんちょっと続けていきたいからねこの本部とかねもしかしたら可愛いパティーンでいろんなコーナーができてくるとあたいもメイクの腕を上げます。頑張ります。そんなミクロのギャルにさせてよのコーナーでしたあそんなそれでは皆さん See you あエッグポーズ